こんにちは。日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日のテーマはこれです。はい。離婚です。はい。結婚していましたが別れます。離婚します。divorce です。はい。昨日もこの、離婚についての YouTube を作りました。はい。日本では結婚したんだけど5年間の中、最初の5年間で離婚する人が多いです。それがだいたい3人いたら1人離婚しますというデータがあります。はい、他にもいろいろなデータがありました。それを紹介しましたので、よかったらポッドキャスト聞いてください。はい、今日はそのもっと先の話。はい、じゃあなんで離婚するんですか日本人はという話をしたいと思います。はい、日本人はどうして離婚するんですか？はい、その理由、どうしての理由、トップ4つ紹介しますね。はい、皆さんの国でも離婚する人がいますね。どうして離婚していると思いますか？はい、またはこれを聞いている人で離婚しましたという人もいるかもしれませんね。いろんな理由があると思います。はい、日本人の理由と同じ理由があるかもしれないですね。じゃあ行きましょう。まず女性の方からいきます。これ女性の理由と男性の理由が同じじゃないんです。はい、これがまたちょっと面白いですね。はい、女性の方は、まず一番の理由として性格が合わないから離婚したいですと言っている人が一番多いです。まずトップ4全部読みます。2番目は生活費を女性に渡してくれないから。3番目は精神的に虐待するから。4番目は暴力を振るうからという理由でした。はい。ちょっと2番目、3番目、4番目から先に説明します。はい。生活費渡さないというのは男性が働いていてお金を家に入れない、はい、という意味です。だから奥さんが生活ができない、あとは子供がいるのに教育のためのお金が足りないとか、そういうことです。はい。3番目は精神的に虐待する。これはちょっと大事な言葉が入っていますね。虐待というのですね。虐待というのは体を叩く、パシパシとかバンバンってやったり痛いです。そういうことを虐待というんですが、体じゃなくて心を痛くするという意味です。この精神的に虐待するというのは。はい。だから奥さんに対して夫が何か悪いことを言うということですね。例えば仕事を奥さんが探しているんだけど、夫がお前にはそんないい仕事できないよとか、お前は能力がそんなに高くないからあの会社には入れないよとか言ったり、例えばですよ、そういうこと、心が悲しいですよね。そういうのをいつもいつも言われたらもう本当に嫌です。ストレスです。そういうこと。はい。で4番目は暴力を振るう。これは分かりやすい。もう体にね、虐待とちょっとに近いんですけど、パンチパンチするってことですね。はい。で、じゃあ先に男性見ますね。男性はこれです。はい。男性の一番の離婚の理由は性格が合わない。はい。女性と同じですね。そうなんです。これちょっと後で説明します。で、2番目、精神的に虐待する。これもさっきの女性と同じ。はい。で、3番目、
家族親族と折り合いが悪い。はい、これは今までなかったですね。これは簡単に言うと、自分の、お父さんお母さんと自分のパートナーの関係が悪いとか、自分の家の誰かとそのパートナーの関係が悪いっていうことですね。これはね、日本はねあります。やっぱり結婚すると日本は特に昔はその男の人の家に入るっていう言い方をしたぐらい、そっちの男の人の家の習慣とかに合わせなければいけない女の人がっていうのもあったので、最近はちょっと少ないんですけど、男の人のお母さん、旦那さんのお母さんです。お母さんと自分の妻の関係が悪いと大変です。はい、例えばそういうの。はい。で、4番目が、4番目、男性の離婚の理由は異性関係だから。これは詳しくは私もわからないんですが、不倫、夫の方が別の女性が好きですとか、または女性の奥さんの方が、別の男の人が好きっていう意味かもしれないんですが、多分男性の理由だから、多分別の女の人が好きっていう意味だと思います。はい。この異性関係は、女性の理由のもうちょっと4位より下にもありました。はい。で、じゃあ、この1番の性格が合わないということについてもう少し説明します。性格ってもう結婚する前から知ってるでしょって思いますよね。そうですよね。どういう人ですかっていうのを知って結婚している人がもう今日本は多いです。はい。親が相手を決めて結婚したじゃなくて、2人で好きになったからデートをして、付き合って、それから結婚するということが今は多いです。はい。だから性格は知っているはずなんですが、実際に結婚をして一緒に生活を始めますね。そうすると、あれ、私と考え方が違うとか、あれ、私と習慣が違う、生活の習慣が違うとかありますよね、やっぱりね。そういうこと全部を入れて性格が合わないというふうに言ってます、これ。男性も女性も。はい。ですからよく、問題になることは、まず4つあります。まず1つは生活の習慣が違う。それも小さなことでもね、やっぱり気になる。2つ目はお金についての考え方、使い方が違う。自分と違うってことです。はい。あのありますよね。相手の人は車にたくさんお金を使うけど、もう一人のパートナーは車に全然興味がないから、どうしてそんな高い車買うのって思ったりとか。例えば3つ目は子供のことです。子供の教育、どうやって教育しようかとか、どのくらいお金を使って子供を教育しようかという考え方が違うっていう時です。はい。で、4つ目が、宗教の考え方です。レリジョン。はい。宗教をどのくらい自分が信じてそれをしてるかということも関係するらしいです。これ私にとってはびっくりでした。はい。日本人そんなに宗教気にしないかなと思ったんですが、そんなことないみたいですね。日本もいろんな宗教があるので、やっぱりそうかなと思います。で、あとはもう一つ、また別のもう一つ問題になりやすいことが、一緒に生活始めて環境が変わっていく。例えば子供を産んだ、はい、出産ですね。子供を産んだ場合に、産んだ時も赤ちゃんの世話もありますし、
2人で働いていたらどっちが会社を休むんだとか、それもありますね。そしてもうちょっと子供大きくなってからもといってもまだ3歳4歳5歳とかだとやっぱり大変ですよね。一緒に育てるのか、いや一人の人だけがいつもいつも世話をしてるのかとか、はい、そういう環境の変化というので考え方とか何を大切に考えるかとか、そういうことの違いでストレスになる。で話し合ってももうダメだ、もう離婚しましょうとなることが多いということです。はい、この一番はきっと皆さんの国でも多いんじゃないですかね。ぜひ皆さんの国のことを教えてください。はい、そしてもう一つ、離婚の仕方、離婚の方法を簡単に紹介します。これ日本の場合だと3つ、3つって書いたんですけど、ごめんなさい、4つあります。大きく4つ。じゃあ行きましょう。ですね、一つ一番多いのが、みんなが離婚するときするのが、もう 88% の人たちがする方法は、2人で話し合って決める。もうこれです。はい、これだったらお金かからないですよね。もう2人でどうするって、離婚するしないっていろいろ話し合って決めるです。はい、でそれでもダメだった場合、いやしない、私はしたくないとか、一人の人がしたくないって言った場合は、夫婦じゃないもう一人の人を入れて離婚するかしないかを話し合います。それが2番目の方法です。これもう一人の人というのはもう法律関係の人です。はい、だから自分の友達とかそういうことではないです。はい、でもこれやるのも全体の 8% くらいです。はい、でこれでも決まらない、いや私は嫌だ、離婚したくないってまだ相手の人が言ってる、または自分がそう思ってる場合だったら、その後は裁判になってきます。はい、だから大きく見るともう裁判です。3番4番は裁判です。はい、裁判の写真があります。裁判これ、はい、ドンドンって言って、はい離婚、はい離婚、はい離婚しなくていいですとか決める。はい、だけどこれで裁判で決めるというのはもうほとんどないです。はい、もう全体の 2% ねって書いてありますね。でこれ全部足しても 100% にならないので、ちょっと私も意味が分かんないんですけどどういうこと一番多いのは夫婦で話し合うってことですね。はい、ただすごいストレスですよね。大変ですよね。はい、そんなにすぐには決まらないことが多いと思います。はい、皆さんの国ではどうでしょうか。はい、ぜひみんなの国でのこの離婚の方法とか、または離婚できないんですとか、もしあったら教えてください。はい、ねえ、いろいろ大変ですよね。そうということで人生にはいろんなことが起きるんですね。はい、離婚してもその後また新しい人生あれば、また考え方変えて進めばいいと思います。はい、皆さんの意見をぜひ聞かせてください。はい、じゃあ、私のオンラインレッスンちょっとだけ紹介します。離婚の話は授業ではあんまりしないんですけど、いろんなこと知ってると JLPT の試験とかもできるようになるんですね。だからポッドキャストとかいろんなものをぜひ聞いてください。はい、私のオンラインレッスンでは JLPT の勉強ができます。読解の、N2 読解、N1 読解とか文法語彙とかいろいろ勉強できます。はい、ビデオレッスンですので、皆さんの時間がある時に勉強ができますよ。このビデオを見て毎年たくさんの人が合格をしていますので、よかったら使ってください。そしてビジネス日本語も Zoom です。これははい、Zoom 授業で勉強しています。会話練習も Zoom レッスンです。はい、あとはプライベートレッスンもしています。はい、
全部オンラインレッスンのリンクのところから見られます。下にリンク書いておきますと、私の X もあります。はい、皆さん離婚について思ったことぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。